Raz. Raz.
梅山さんは結構ご実家でもお手伝いとかされてたんですかね。そうですね、実家の方は料理はまあ父のやってたんでそこまでなんですけど、やっぱなんだろう、こう運んだりとかですかね。ウェイターとしての仕事が結構あったんですかね。そこはまあ多分必要だったのかなって、結構手伝ってました。これは何ですか。それ多分鮭っす。なんか鮭と他にもあれの水鍋なの。レニモさん、本日のメニューを伺ってもよろしいでしょうか。今日は鮭とカニあるんで、それで寄せ鍋っぽくして、麺があるんでそれでじゃじゃ麺にして、あとカニと卵をなんかうまくなんか焼いて、であと刺身、マグロあるんで刺身。へえ。今日は海鮮尽くし。まあそうですね。すごく魚系多めなメニュー。今何やってる？もう米と鍋のキャベツと大根を入れました。入れた？はい、入れたんです。そしたらそのあれっていうの鮭で切る前に一回さ、多分鱗あると思うから鱗取ってるし。はい。この状態の鮭から調理するの大変じゃない？いやでも言うて切り方とかあんま分かってないんで、半分切って、でもう骨ごと入れる感じです。すごい。でもさ、鮭はどうやったらもつ切りですかね。なんかとりあえず頭を切って、真っ二つ入れるのパンツ。でそれさ、腹さ、裂かれてるっしょ。はい、裂かれてるです。それさ、開いて。はい。骨ない？骨あるっすね。でもいいよ、別に多少の骨気にしないでいいから。わかりました。切ってぶつ切りにしちゃって。お疲れ様です。あ、綺麗な入ります。いいけどね。豆藪さんの下の名前って龍騎であったんですか？そう、龍騎です。ちなみに龍騎っていうのはどういう名前で意味があってつけられた？山が隆起するってあるじゃないですか。あれです。へえ。ちっちゃかったんで。あ、大きくなるように。そうそうそう。本当にでかくなっちゃったっすよね。やっぱり名前大切。名前大切ですね。
結構好きですよ、この名前。うん、かっこいいよ、まだ。本当っすね。ちょうど仮面ライダーリュウ君かぶりましたし、ああ、なるほど。ラッキー。その世代。その世代。ヤヌマさんの下の名前はどういう意味があって付けられたんですか？親御さんから聞いてない。はい、来てます。聞きたいな。もともと大河だったらしいっすね。お、本当は？名前が虎みたいなうん。感じで、なんか強くなってほしいんかわかんないけど、うんうん。でもなんかなんで書いたのかわかんないけど、なんか大気になってて、多分樹木の樹って書いて木のように大きくなってほしかったんじゃないですか。ああ。やっぱりみんな親の願いっていうの一緒なのかな。確かなんかそんなこと言ってたうん、大きくね。ちゃんと実現してますし、ね、木みたいに高くないけど身長。なんか横にでかいけど。十分でしょうよ。十分。今日河合さんはあれですか？病院？そうそうそう。リハビリですね。リハビリか。怪我大変だよね。頑張ってるんですよ、あの子。うん。めっちゃでかくなってませんでした？久々に会って。ジャスティン。なんかみんな大きくなったなって気がする。あー大阪行った間にジャスティンこっち残ってうんうん。リハビリとかトレーニングしたんですよ。ああ、なるほど。来る自分たち帰ってきたら、腕周り5センチぐらいでかくなってるの。こんぐらいになってる。やっぱやればやるほどつくのかな、若いし。腹も出てましたし。うん。すごいですよね、マジで。尊敬。後輩に尊敬。学校も1個。そう。高校の1個下っす。そうだよねジャスティン。若宮さんはあれだね、まつげが長いね。まつげ。本当ですか？本当に。すっごい長いまつげしてる。モデルさんのような。キレンキレンします。で、バレました。皆さん温めてこうやってやるんですよ。サービス精神が旺盛よ。抜けてったっすよ。これは鶏もも肉。鶏胸ですね。胸とももをちょっと入れて。やっぱり胸とももどっちも入ってた。自分ももだけの方が好きです。ああ。で胸は胸でうまいんですよ。うん。鶏入って好きっすよ。出汁が出るからね。味噌鍋だったら豚も好きっすよ。ああ、味噌はね、豚が美味しいからね、わかります。山宮部さん、今日の稽古はどうでした？今日の稽古っすか？はい。絶不調。昨日が絶好調すぎたんですよね。絶好調の人と不調の人は何かこう、感覚的に違いがあるんですか？立ち合いの伸びが違うっすね。伸びが違う。なんかいつもより腕伸びて、前出れてるなーがあると、まあ、今日調子いいってあるんですけど、今日みたいに、立ち合いから伸びた後にもう体も一緒に伸びちゃってるみたいな、があると、修正できなくなって前出れなくなって、あ、今日調子悪いってなっちゃうんですね。やっぱ体が伸びちゃうと前に滑って倒れちゃう。そうですね。滑るのもありますし、単純に前に押せなくなっちゃうんですよね、体伸びちゃって。重心が上に伸びちゃってるんで、その分相手の方が下だったら重心、回しが自分より下の、やっぱ相手押しづらいんで、もう下がるしかできなくなっちゃうんで、相手の体を起こさないといけない。そう。それもできてなかったんで、今日は、本当に今日ダメな日だなって思ったです。やりながらその修正しようみたいなの。一応試みるんですけど、頭では分かってるんですけど、体が動かないっていう。悲しいですよね、本当。分かってるのにできないのがめっちゃもどかしいんですよ。逆に見ててこいつ調子良さそうだなみたいな人も
きました？今日っすか、うんケンさんとか調子良かったんじゃないですか。小滝山さん。そうだね。回し取ってから前出るのも早かったですし、うんうん。自分が言うのもなんですけど、昨日も調子良かったんですよ、ケンさん。なんか、ここ当分調子いいんで、それがずっと継続されてるのがすごいっすね、マジで。今気持ちの持っていき方で注意してることとかあります？自分っすか、うん。考えすぎないってことですね。ああ、なるほど。考えすぎると、体動かなくなるんで、うんもう考えるぐらいだったら先やっちゃおうみたいうん。な感じっす。その方がなんだかんだ、いつも動けてるなって。勝負はやっぱ一瞬で決まっちゃうから。そうなんですよね。早いっすよね、ほんと相撲終わんの。こういう状況に。こうみんながまだできやすいようにしてるじゃないですか。うまい。メマさんの名前の由来は何なんですか？宗太郎の宗が殺走の宗のあれさ、うんうん風に立つで、多分風に立つで強い、まあ風に立つから強いっていう意味で、あと、うん僕の太郎の太って普通太いじゃないですか。うんうん。僕のやつ大きいなんですよ。あー大きいそうなんだね大きいで宗太郎なんです。うん。なんかイタリア語でなんか点はなんか臆病語とかなんかでなんかあんま良くないっていうのがあるらしくて、まあ家でここに2本ですけどっていうんでまあ親がつけたっていうのは聞きましたね。であとローは普通に太郎って親が呼びたかったでしょ。あ、そうなんだね。うちの父親なんかは、うん。あれやってましたよ。名前入れて、なんか、あるじゃないですか。占いみたいなやつで、ああ、はいはいはい。画数とか。画数診断ね。そう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 。んんだんだん若宮のやつもそうやってつきましたし。そうなんだ。父親はあれで調べてたんですよ、いろいろ。こんないろいろ考えてるときに、うん。若宮が一番運勢が良かったって言ってました。へえ。上の授業呼ばれてるんですよ。あ、そうなんだ。明日、群馬のどこでやるの？群馬の玉川体育館ってとこで。巡業呼ばれたら、明日朝起きて行くっていう感じにそうなる。なんですけど、うん今日の昼にはもういてで朝はあっちで起きて行く。ああ、そうだよね。遠いもんね。はい。うん。巡業に行く順番とか決まってるんですか？今回梅山はご当地うんだから呼ばれてるんですけど、んあとはもう他は呼ばれない限りは狼ヶ月の付き人で行くぐらいしかないんですけど、最近狼ヶ月では他の部屋から付き人借りてそうみたいな。行かれてるので、多分あんまし前までは順番で一回一回ずつ違う人が行ってたんですけど、最近行ってないですね。もうあ、そうなんだね。キノコと油揚げです。あ、なんか雰囲気も。ありがとうございます。でもさん、本日の稽古はいかがでしたか？ぼちぼちっす。今日は調子が悪かったかなと思うんです。どの辺がとかあるんですか？なんか出足が悪かったです。やっててなんかうまくいかないなぁぐらいの感じです。やっぱりそれ日によって違ったりする？いやなんか買った時は違うんですよ。なんか買ってる時はなんか調子いいなと思うんですけど、でもなんかちょっとあまりにも出足が悪かったような感じでした。多分疲れてるんでしょうね。やっぱり稽古の疲れが出てる。はい。明日休みなんでゆっくりやそうです。それこそ疲れてるなーって時はどんな休み方とかあるんですか？ひたすら寝るっす。それしかないです。好
きな時間に飯食って、うんうん。好きな時間に寝てっうんうん。て感じです。なんかこう、美味しいご飯食べるとか、自分の中で回復飯みたいなのあるの？回復飯っすか。お肉とか、ご飯とか。その日によって変わるっすよ。おー。食べたいの。なんか、寿司食いたいなって思ったらもう寿司の口になっちゃうんですよ。確かに。だから別に、これ食べたいっていうのがコロコロ変わるっす。うん。これ一応カニのなんか、チラシみたいの。うん。こいつを、卵と一緒に入れたらいいな。おー。カニと卵炒め。カニ玉みたいな。豪華ですね。ちゃんこで食べれるっていいっすよね。うん。ゆったりとか、オイスターソース。なんとなく3人の分担は決まってるんですか？何も決まってないっす。だいたいいつもは、梅山が食器洗いして、うんうん。片付けとかやって、その間にジャスト自分でうんうん。材料切って、梅山が調味料運びして、手沼さんが全部やる。いっちゃんそれが最強なんですから。その形が。この形がいっちゃん。手沼さんがいっちゃんきついですけど、ね。きついと思ったことはないんで、かっこいいことまた言ってくれる。毎回思うんだけど、中華鍋って結構大変じゃないんですか？いやでも、意外といっぺんに作れるんで、このサイズだと楽っす。はーい。やっぱりさっき焼いてたからいい匂いがなんか残ってるんですよね。おわー、やった絶対美味しいんじゃないですか、これは。いやもう、あんがうまかったっす。あんこ美味しかった？はい、あんがうまかったっす。美味しそう。本格中華料理みたいな感じだね。何度かできた。いや、久々初めてかもしれないです。本当。初めてでこのクオリティはすごいね。お刺身で塩水をつける。なんか色を、やっぱ、ずっと解凍してるんで、うん。色落ちちゃうんですよね。それもちょっと戻すための塩水に。塩水つけるくらいです。へえ。応急処置的なやつです。レヌマさんはそういうのはどこで学ぶんですか？いや、学ぶも何も適当に言ってるし。調べたら、うん。なんかそんなことを書いてあったような。ああ、料理のあれとかをちょっと見てみたりしたら。はい。なんで、うん。色落ちんのかみたいな、うん。調べてたら、対策みたいなのも書いてあって、それの一つが？それの一つがなんかぬるま湯で塩水つけてっうん。てやつでした。へえ、すごい。初めて知った。僕も見たとき本当かなと思ったっす。うん。だから、ちょっとだけ戻ったような気はするんですよ。ああ、やってみると。やってみると。赤宮さんちなみに得意ちゃんこあるんです得意ちゃんこっすか？か？はい。一番、これは美味しいよみたいな。
ナイス。なんせ出沼さんの判断で、やっぱり、出沼さんの班になると、やっぱはいり最後の仕上げが。そう、それ出沼さんになるんで、ないっすね。得意なものは。こういうの切るのは得意ですよ。刺身切るのとか。ね。この刺身切るのに関しては出沼さんよりうまい自信があるんです。おお。僕は苦手。いや、スーシェフみたいなポジション。そうです。B シェフって言ってる側です。いいシェフって言ってるか。シェフって言ってる側です。出沼さんでセパって言ってる。確かにお正月の時も刺身切ってたイメージありますね。すごいちゃんと流れるように人たちで切ることをそうなんです。大事なんです。これが。繊維が壊れないように。そうなんです。小野寺さんにこの前いっぱい言われましたので、2段階で切ったんですよ、自分。はい。長さが足りないとか言って、うんうんそしたら、遠藤さん、それじゃダメですよ。もう、あれ、すいません。だから、はい、わかりまし仲良しでいい。仲良しですよ。た。なかったら平皿でもいいけど。はい。赤目さんは海鮮だと何が一番好きなんですか？難しい。今日海鮮がいっぱいやってますなんで。自分は、ネギマグロが好きなんですよ。おお。あれがいっちゃうまいですね。やっぱりネギとマグロの。そうっす。軍艦とか。ああ、美味しいよね。あれが大好きで、うんうん。あればっか食うっすね。回転寿司行ったら。あ、そうなんだ。この前も動画でも、はい。あれだけで多分、15は食ったっすね。そんなに食べたんだ。大好きなんで。あと、ハンバーグ食べようと思ったっす、今度からは。ああ。出沼さんがハンバーグうまいっつって、美味しいよね。食って初めて、うまってなったっすね。そう、意外と美味しい。びっくりするよね。出沼さんに感謝っすね。ちなみに海鮮で何が一番好きなんですか？海鮮で好きなの、でも、サーモンじゃないですか。ああ、わかる。サーモン。最近白子めっちゃ好きです。おお。冬ぐらいにしか出ないんですかね。うんうん。白子は。白子を頼むんですよ。うん。白子ポン酢。白子頼む人ってすごいお酒好きなイメージあるけど、別にそんなお酒好きって感じでもない。そうだよね。うまいです。うん。純粋に純粋に。味が美味しい。カニ味噌も好きですね。おお。なんかお酒好きが好きそうなものが好きだもん。でもお酒は飲まないです。お酒あんま飲まない。飲めるっすけど飲まないです。皆さん全部でいいんですよね。あ、はい、全部で。すごい。今までファンに言われて一番嬉しかった言葉とかはあるんですかね？あ、なんかこんなこと言われて、おーって思ったみたいな。唐揚げ食べたいですはめっちゃ言われるんで、それはまあ、多分美味しいって思われてるから、美味しそうって思われてるから嬉しいですね。うん。いいよ。はい。赤宮部さんはこの前の場所休みで何かしてたんですか？ずっと出沼さんと一緒で、違う、意味が違うわ。出沼さんと一緒で、うん。ずっと寝てた。あ、そうなんだ。マジ出てないんですよね。お部屋から？そうそう。なんか、出ようと思っても、うん。同級生が今、大卒とかあなんで、就職活動してるとか、そっか。就職する準備があるかとか、うんうん。忙しいんで、無理だなってなって、でだからといって、他の人と行こうと思っても、地元の友達ぐらいしかいないんで、そうなんだ。みんな忙しいんで、あと平日はもう、高卒で就職してる子なんかは、仕事あったら無理じゃんか。なんで、諦めてました、今回は。ご家族と旅行とか行かないんですか？旅行か。行かないっすね、旅行。
あんまし行かないですね。そうなんだ。旅行は。旅行行くより、実家帰省したら、年として帰省できたら、たらふく部屋で、実家で、実家飯。実家飯、実家酒。実家酒。父親が料理作れるんで、ああ、そうなんだ。父親の料理と酒と軽く居酒屋みたいな感じですよね。居酒屋パパみやび。居酒屋パパみやびに、居酒屋パパみやびでパパみやびが入店して、自転してたらふく食って、二人でたらふく飲んで終わりっす。いつもすごい素敵だね、それそうは。なんですよ。パパみやびさんの居酒屋料理で一番好きなのがあったりするんですかね。うわ悩ましい。ガーリックライスも好きなんですけど、おー。ミルフィーユ鍋もうまいですし、あ、ロールキャベツもうまいですよ。ロールキャベツ。いいね。ステーキもうまいですね。あ、たまにつくねとかやってくれるっすよ。へえ。何でも本当にできるんだ。炭火で。しかも炭火炭火で。すげえ。こだわりがすごいね、炭火は。ベランダでやってるっす。ベランダでやるんだ。かっこいいね。あ、なんかある。おろしにんにく。ちょっと水入れて。何個も準備してるんですか。今10、これで10ですかね。 10玉。はい、10玉です。6いっちゃった。8になっちゃった。これを乗せる。乗せる。こんな感じで。こんな感じですかね。美味しそう。ジャージャー麺のタレがちょっと少なかったんで、はい。あれっぽく上からかけると甜麺醤と豆板醤とオイスターと酒、ニンニクとでちょっと酒入れます。はい。フランベ。入れました。めっちゃいい匂い。で、フランベはね、アルコール飛ばすって言いますもんね。今は狙って。狙ってやってるんです。なんか急に下げたらなっちゃったです。すごいいい匂い。でも使ってるのは一緒なんで、大丈夫かもですね。味的にってことね。麺が多いんで。じゃあです。出してあげる。うまっ。あ。わかる。やっぱ海鮮あんだけ入ってると美味しい。うまいっすね。だしたっぷり。うん。
カニうまいっすね、やっぱ。美味しい。じゃあです。じゃあです。いただきます。黒漬け？黒。塩ともう色戻すために塩です。ちょっとよろしくお願いします。戦闘カメラしか。2回ですね。どう？あれだす何回です。魚の頭入ってます。もう頭に入れとかないとな。です。です。よくできる。生卵っすね。生卵を麺に混ぜて食べるってこと？いや、卵かけにしてもいいですし、ああ、なるほど。上に乗っけてもいいですし、自分は今日乗っけます。生卵のせ。生卵乗せる、ジャージャー麺。美味しそうです。美味しいです。一番下のですか。忍者やった一口が超大きいね。マジで。うまいっすね。ベビーカステラちゃう。チョコバナナとかは明太子入れて、そんなベビーカステラ入れない。生理の未成年がお前。読んだかんなかったし。本当に言ってんの？あるっすよね。ベビーカステラとかあるっすよね。ベビーカステラは。ベビースター。ベビースター。初めてだ。お前やろ。ベビースターがうまいんで。はい。ベビースター間違えました。カステラじゃない。大人バカにしてんの。液体がなんかホットケーキミックスの。ホットケーキやろ。鉄板でやったの。ホットケーキやろ。もう匂いがもうチョコレート。でバナナぐちゅぐちゅにして。いやどうぞ。なんで終わりなんな。ベビーカステラもあるんじゃないのじゃあ。うまい。高原君もんじゃが好きなの？あ、まあ多分好きですよね。もんじゃでお腹いっぱいになるの？あ、俺ご飯とかにかけですよね。ご飯とかかけちゃうっす。なるほどね。そういう技か。かけもんじゃね。なるほど。かけもんじゃか。面白いな。うまそう。そのついたでつまちま来る。ああ、気になるけど、あるんで。ちょっとまあ一回気にはなるんで。いやお好み焼き2枚重ねで食った方が似合う。美味しいです。
酒飲みながら、じゃあ今日からな、僕がやってるラーメンが豆乳買う。あってないだろうね。内容であるの。内情があるんだよな。これうまそう。すいませんね。ラストングは何？今日もついでに。俺覚えてないですか。絶対ラストングついでに。ラストング何？飲み屋でいいかな。ちょっと離れた女の子さ、もしも嫌いな男が立つという感じで、これが真実だよ。今日なんか来るのかしましょう。ああ、いいね。真実なの人がいれば、こうやって泣きそう。真実なの人は、こうする。2番目ぐらいで、何年経って流行るよな、あれな。ベビースターです。どうしてるよ、入れるの。でも俺は、アジサのベビースターが好き。僕も行くんですよ。そういうベビースターが好きだ。アジサに、ベビースター、カレーコーラ。一人で飲んじゃいけないやつって童貞ね。違うぞ。知らんよりか。もう一人焼きとか言っちゃうよ。筋トレはい。緊張するよね、やっぱ。筋トレで。足も戻さない。間違いない怪我何だったんですか？前十字靭帯断裂だっ完全断裂？た。そうですね。あと半月板ちょっとぶったぐらいです。ああ痛かったいや、切れた時は、まあ、最初痛かったんですけど、一気に切れたわけじゃないんですよね。今まで、はい、今までのが何回もやってるんですけど、損傷ですね。それが蓄積されて切れたのかな。やばそうすると一緒一本飯は食う。よしかな。あ、すんたものですか。2人でこの麺量はいけるよね。3人じゃないですか。3人か。そばそば。鎌田にいるしいる逆に。じゃあもう流れで。まず帰ってくるから。何さん食べるんですか？5以上だといると思う。
ろしい。よし。到着した。お、上ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。